皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、魂からのサイン。抵抗をやめれば人生のステージが楽に上がりますということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと身近に感じて理解してですね、直感力を高めることで超ミラクルが人生に引き寄せられますという、そんなコツがわかるチャンネルとなっておりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、人生というのはですね、なんでこんな辛いことが起こるんだろうって思ってる方いらっしゃると思います。本当にね、次から次へとなんでこんなこと起こっちゃうんだみたいなことってあると思うんですが、なんでこんな辛いことが起こってしまうのかというとですね、それは実は魂、僕たちの持っているこの魂がですね、どんどんいろんなことを経験して、新しいことも経験していてですね、成長しようとしているからなんですね。だから、どんどん新しいことが起こってきたりする。また、違う方向に行かないといけないということになって、それをですね、僕たちは辛いと感じているんですが、魂はもっともっとこういうことしようよ。もっともっとこういうこと経験しようよ。成長しようよっていうので、どんどん自分からそういう辛いものと思われるようなことを起こしていたりするわけなんですね。で、この前に進むっていうのがですね、うまくいっていると、本当にこう、スムーズに、自然に良い方向に行ったりするんですが、ここで、皆さんが持ってしまうのは抵抗ということなんですね。抵抗してしまう。そっちに行きたくない。これは嫌だ。または頭と魂の考え方が大きくずれてしまうとですね、エネルギー的にも抵抗というものが起こっちゃうわけなんですね。で、この抵抗というのは自分の中でこう作ってしまうことが多いわけです。例えば自分のエゴであったりですね、また恐れ、そういうものがですね、どんどん自分の中で抵抗というパワーを作って、強いパワーを作っていくわけなんですね。そうすると何が起こってくるかというと、この抵抗しているわけですから、すごくエネルギーを使ったりしているので、すごく疲れやすくなったり、または前に、なんでか知らないけど進めないな、今までうまくいってたことがいかないなっていうようなことが起こってきたりするわけなんですね。わかりやすい抵抗っていうのを、皆さんに例としてあげるとすると、よくあるのが、こう昔の昭和の古い感じでですね、その時に仕事なんかですごく成功した人がいたとします。で、その人がですね、もう40年前の話とか、昨日やった成功のように話をした俺はすごいんだっていうような話をします。こういう人たちっていうのはその時の成功を覚えてるので、新しい方法とか新しいことをしないといけないのに、いや、こっちのやり方で俺はうまくいったんだとか、これでいいんだっていうような言い方をする人って言いますよね。こういう風な人っていうのは、かなりその新しい時代に向けて抵抗ができているはずなんですね。そうすると、やはりその人自身も、あれなんだか知らないけど、あの時あんなにうまくいったのにうまくいかないな、どうしてなんだろうとか、幸せに感じなかったり、自分自身も辛くなっていったりということを感じたりするわけなんですね。反対にですね、これは抵抗をやめて、もう自然の流れに乗っていこうよ。新しい方法いいじゃん。それ面白そうじゃんっていうようになる人っていますよね。こういう人っていうのは、この抵抗をなくしてですね、そして自然に乗っていく。その人生の流れに乗っていくということができるので、本当に努力とか頑張るとかっていうことをしなくても、人生のステージがうまく上がっていったりするってことなんですね。こっちの方が楽なわけですよ。だから、この自分の中の抵抗っていうものに気づいたりですね、その抵抗を減らしていくっていうことがめちゃくちゃ大切になってくるわけなんですね。ということで今日はですね、魂からのサインということで、抵抗をやめれば人生のステージが楽に上がりますということで、この抵抗が起こっている時っていうのは、この3つのサインが起こってます。この3つのサインが起こった時は自分の中の抵抗を気づいてですね、なくしていきましょうっていうサインを今日は3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目は、辛いと感じ始めるっていうことです。何かをやっていてですね、今まで本当に何の問題もなく、すごく楽しかったっていうものでもですね、急に辛く感じ始めるときありません。なんかこのままここにいていいのかなとか思うことってあると思います。例えば分かりやすいもので言うと、皆さんがですね、仲の良い友達とバンド活動をしていたとします。でも、バンドも楽しいしですね、ファンもついてきて、なんか自分もすごくやりがいを感じていたりします。でも、これをずっとやっているとですね、2、3年経った時に、あれ、なんかちょっと違うなと。
このままでいいのかな、なんか楽しいって感じられないっていう時ってありますよね。これがこの変わり時なわけなんです。そしてそれをそのままですね、なんか違うなと思いながらずーっと続けていくと、この自分の中に抵抗ができてしまって、人生なかなかステージを変えようとしてる時期なのに、そっちに行けなかったりするわけなんです。で、このバンドの仲間とですね、なんか辛い、いや違うなと思ったりすることって、みんなからすると、若い人にするとですね、なんで悲しいじゃん。みんなでやってきたのにってそこにいがちなんですが、これは実はいいことなんです。これは自分にとっても、そしてメンバーにとっても変化の時期、またはみんながそれぞれの進む道があってですね、そこに行くっていうことになってるわけなんですね。だからその抵抗が自分の中に作ってしまうのではなくって、そうか、じゃあ自分はどっちの方に進んでいけばいい？何をすればいいんだろう？っていうようなことを考えていく時期でもあるということなんですね。はい。ですからこういう抵抗が辛いと感じ始めた時ですね、これは自分の中で抵抗が始まっているということなんで、自分をよく見直していくということが大切になってくるということです。そして二つ目はですね、体調が悪くなるということですね。これいろんな体調が悪くなるっていう意味がありますので、よく見ていくことは大切なんですね。例えば台風が来ていて、その影響で体の調子が悪くなる人っています。そういうものではなくてですね、結構長期的になんでか知らないけど調子悪いなとか、どこかが悪くなってしまったっていう人いますよね。やっぱそういう人っていうのは、この抵抗が自分の中でですね、長く続いていて、これが気づいてない。全く気づかないで抵抗を起こしてしまっている時っていうのもあるんですね。そういうものがあるとですね、先ほどの辛いなと思うこととかもあったりするのに全然無視して、それが長引いていくと、もう体がですね、体でじゃあもうちょっとサイン送るから早く気づいてよっていうような感じで、示してくるわけなんですね。でもこれになるとかなりもう重度な抵抗ができているということなんです。だから早めに気づいて変えていく、または抵抗をなくしていくということが必要なわけなんですね。ですからこういう体調が長く調子悪いなって思うような時はですね、やっぱり自分の中で何か嫌なことあるかな、辛いと感じていることあるかなってよーく見つめることが大切なんですね。で、本当に気づいてないことが多いんですよ。だから、これ辛いって感じてるなとか、またさっきのバンドのようにですね、違うなと思い始めてるのに、でも、みんなと一緒にいたいから、みたいな感じで、頑張ってしまってる時があるわけなんですね。こういうものをちゃんと見つけるっていうことが大切なわけです。またですね、体調が悪くなっている時っていうのは、その部位によってメッセージをくれていることもあります。はい、例えば肩が重くなってきたり痛くなってきたりするときっていうのは自分でこの責任とかを背負いすぎてですね辛くなっていたりとか頭が痛くなるときっていうのは頭の中に考えることとかが多くなっていてですね自分の中でもわけわかんないぐらい混乱してしまっている考えがっていうようなことも起こっていたりするっていうふうにですね体の部位でもメッセージを受け取ることができますのでこの自分の抵抗どこにあるんだろう何なんだろうっていうのをよく見ていただきたいと思います。そして3つ目はですね植物が育たなくなるってことです。これね、たまにあると思うんですけど、家で植物を飼ってるじゃないですか。リビングとかでね、観葉植物とか花とか。そして急になんでか知らない急に枯れ始める時ってありません？こういう時っていうのはですね、そこにいる人、または自分からですね、悪いエネルギーがどんどん出てるわけです。こういう抵抗とかしているとですね、なんか知らないけど、あまり良くないエネルギーが自分から出ていってしているものなんですね。で、この悪いエネルギーを植物が吸ってくれるわけです。ありがたいですよね。そうすると植物が、あれっていうぐらい急に枯れ始めたりしてしまうということなんですね。だからこれすごくわかりやすいじゃないですか。だからやっぱり植物っていうのはいいエネルギーもくれますが、この自分の悪いエネルギーを吸ってくれて、今自分なんか問題あるなっていうようなことを見つめるバロメーターにもなるっていうことなんですね。はい。だから本当に皆さんにですね、この植物を家の中に置いといていただきたいなと思うわけなんですが、じゃあもし急に植物が
枯れ始めたりしたらどうしたらいいのっていう時はですね、やはり同じように自分の中でその抵抗がないかっていうのをよく見つめることがまず大切ですね。そしてその植物、枯れてしまった植物なんかはですね、ありがとうねって言って新しいものに変えていく。そういうことをやるといいということですね。はい。こういうふうにですね、僕たちには知らない間に抵抗っていうのができていたりします。それはやっぱり毎日起こったりするものなんですね。それは先ほども言ったみたいに僕たちの魂がですね、常に新しく変化をしていっていろんなことを経験しようとするから、毎日僕たちは少しずつだけど変わっていってるっていうことです。だからこの抵抗がないかっていうことは結構頻繁にチェックすることが必要だったりするわけなんですね。はい。この抵抗が少なくなる考え方を持ったり、自分の中で抵抗があるなって言って気づいて少なくしていることでですね、人生のステージが楽にどんどん努力もせずに上がっていくということにつながるわけです。はい。ですから皆さんもですね、人生にミラクルを起こすためにも、この抵抗に気づいていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白いやんと思ったらですね、ぜひミラクルラブとコメント欄に書いておいていただきたいと思います。甘えたなと思ったらそっといいのボタンを押しておいてください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。